オス日進月歩塩田正宏です。動画を撮影するのは久々です。これからどういう動画を撮っていくかというと、皆さん、合気道をこうしていて、他の流派の技を学べないという事情が、結構あるということなので、私の動画を通していろいろな流派の合気道を、研鑽の一助として、お役に立っていただけたらなと思いまして、今後動画を撮影することに、しています。で、今日は大東流維新会の天野先生にお越しいただいてまして、合気上げというテーマでお話を聞こうと思います。まず技を、行っていただき、その後、どうやったらそれができるようになるのか、どういう注意点があるのかなど、話していただこうと思っています。よろしくお願いします。天野先生、よろしくお願いします。それではこれから大東流の合気上げについて、指導を説明しますが、その前に私の大東流の合気上げというのは岡本聖吾先生指導に、いただきましたその合気上げをこれから、実施いたします。久々のそうですね。打っていやこうつかんいやこれアクシデンはい、今の合気上げを対応した技なんですが、まず合気上げというのは相手が手をしっかり持ちますね。それで直接こう上げると力がぶつかりますから、相手の重心を上に浮かすんですね。下からぐーっと持ち上げてかかとを浮かすわけですね。こうやって重心が上に上がって相手の人は不安定になりますね。それから技をこういうふうにしてかけるわけですね。これが合気下げの技になりますね。こう下からこう合気上げをして合気下げに入ります。これが一連の動きです。まず、相手の重心を上に浮かして不安定にさす、これが目的です。そのための技術が合気上げですね。これをまずこう直接上げるには相手が力でこうぶつかりますね。それを下から鍋の底をこう、そしたらこう上げると受けがね、かかとを浮きますよね。ここがポイントですね。まずこの状態から手をぐーっとかかとを浮かして、浮かします。それから技をね、こうやってかけるわけですね。だからバランスを崩すわけですね。今のは、掴んだ場合ですが、場合によっては掴まなくてもこのままの状態で、かかとを浮きますね。触れるだけでも十分受けがバランスがこう取れますね。そのままぐーっと、ここで押さえることもできますね。両手でも、これでも相手上げて相手の肩、首を攻めてますね。ここが一つのまずポイントです。私の力の流れが肩から首を攻めてますね。でしかも私の力というのは腰から発生していますね。でこの状態で、そこからずーっとこうやるとそのまま受けが、崩れて、ここで抵抗不能になりますね。こう入ってもここで入ってますね。でこれを落とします、こう持たれてこれですね。分かりませんよね、これで、これも合気上げなんですね。無理にこればっかりが合気上げではなくて、上がって、ここで、落とします。これ合気下げですね。片手でも一緒ですね。片手の場合はこう掴まれたらここで合気上げ入りますね。かかとが浮きますね。浮いたらそのままの状態で、合気下げに入れば受けが、これで崩れます。こう両手持ったら早くやるとですね、早くやるとまた違った技が生まれますね。今のゆっくりやると、こう合気上げ入ってますね。手首だけで合気上げ入ります。手首で入ります。こうで上からこう落とすと手首が攻めるわけですね。こう入った柔らかくすればこう入ってそのまま相手の腰を取りますね。で相手がしますね。柔道の組み手もそうですね。こう
こう入ったら、ね、ここで、ね、ここでもう、ね、ここで、これから行き上げ入りますね。で、ここで崩れますね。あと、こう入ったら、おお、ね、これもそうですね。これも合気上げ下げになる。ただ、これをただ引っ張るだけでは崩れないんですね。ちょっとこう攻めて落とすと合気上げ下げになるんですね。あとはここをしっかりこう持って、ただこれを、こう組まれた時も、ね、こうね、これが上げ下げで、ここで相手が崩れますよね。両手でこう持たれてても、ここでね崩れますよね。それですね。これでもう腰が取れてますね。これも上げ下げなんですね。で、腰がもう取れてますね。これね。あとは手。これともそうね。これとも手のひらでね入ってますね。こう入って受けをね潰すこともできますよね。で、先生、よく初心者の方がその間違えるポイントであったりとか、どういったところになるんですか？やはりこう持たれて直接こうやると力と力がぶつかるんですね。だから相手の力を感じるっていうことが非常に大事なんですね。だからこう持ってくると余計に力がぶつかるから、受けの人は余計に抑えようとする力が発生するんですね。だからそれを下をくぐってこうやるのね。外第一ですね。最初は今指の方に来て、持つのも大変な感じになったんですけども、下に来た時には僕の親指に負担がかからなくて、腰を上げられるようになりました。そう、ここの親指の下をアンダーパスのようにくぐるんですね。道路でこれ橋の下をくぐるようなイメージでいいですね。この親指のここに力がすごく強いんですね。この下をこうくぐることによって相手と力がぶつからないで相手のバランスを崩せることが、できるんですね。先生、上達するためにはどういった練習をしたらいいんでしょうか？上達はね、相手の普段の稽古がすごく大事で、相手の力の流れを感じ取る。ふっと持たしても、こうポッと入れる練習ね。指先を強く開くんじゃなくて、ちょっと開く。入ってるでしょ。入ってます。肩に来て。入ってる。そういう練習一ついいですね。ほんのちょっと腰からこう手の腕力ではなくて腰の力をちょっと乗せる練習ね。それでもつながってるんですね、相手とね。そしたらこう指を張っても相手の肩とかを見てその反応を伺う。今ちょっと視聴者の人には分かりにくかったかもしれないですけども、聞いてない時はやっぱり影響はしないんですけども、天野先生の指を立てられた時に、そうですね、大統領では朝顔と言いますけれど、指先を相手の肩ピュッとこうね、指先をピュッと入れるイメージですね。それで十分、もう入りましたね。つま先立ちに、これでも十分でこう入ります。なるほど。それでは頑張ってもらいたいと思います。ありがとうございます。今回、合気上げについて説明していただきました。皆さんもぜひ練習して頑張ってください。バイバイ。